皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はステーブルディフュージョン WebUI アニメイト GIF のプロンプトトラベルの使い方と特徴を見ていきたいと思います。またアニメイト GIF の動画ですね。そうなんです。本日は3連続のステーブルディフュージョンアニメイト GIF の第3弾で、このシリーズはおそらくこれで一段落ですね。最近は動画の内容が AI アニメーションの方に偏っていますが、この時期に一気に新しい機能が出てきましたので、このまま見ていきましょう。以前にアニメイト GIF CLI プロンプトトラベルの話をしたばかりなのに、もうステーブルディフュージョン WebUI で使えるようになったのですね。予想よりかなり早かったですね。まずは比較するために通常のアニメイト GIF の画像を生成します。プロンプトには動きとしてダンシングを入れており、あとはシンプルなプロンプトのみです。チェックポイントはブルーペンシルです。アニメイト GIF は32フレームの 8fps の動画です。画像サイズは 512×614 で少しだけ縦長です。ではこれで動画を生成しましょう。ジェネレート、コントロールネットなどを使用していないので動画の一貫性は良くないですが、まず動きのある良い動画ができましたので、シード値を固定して比較していきます。ではプロンプトトラベルを使っていきます。ステーブルディフュージョン WebUI らしく、使い方はとても簡単です。わかりやすいのが一番ですね。一つ注意点としては、この機能を使うためにはコントロールネットのインストールが必要です。コントロールネットの欄をイネーブルにする必要はありませんので、インストールだけできていれば良いです。影で動いているのですね。そのようですね。使い方はタイムラインをプロンプト欄に書き込むだけなんですよ。書き方の決まりはあるのですか？ありますが、とても直感的で分かりやすいですね。これがまず最初に使うプロンプトです。書き方を説明しますね。1行目に全体に共通するベースとなるプロンプトを書きます。開業して変化をつけたいフレームの数字を書いて、コロンを書いて、半角スペースを空けて適用させたいプロンプトを書くだけです。違うフレームでさらに動きを入れたいときは、開業して同じようにフレーム数とプロンプトを書いていきます。コロンの後にスペースは必要ですか？スペースなしも試してみましたが、半角スペースが必要でしたね。フレーム数を書くときは、最初のフレームが0であることに注意してください。例えば32フレームの動画なら、最初が0で最後が31フレームになるのですね。そうです。間違えて32フレームを指定するとエラーになるので注意してください。そして最後にも共通のテールプロンプトを書くことができますが、最初の共通プロンプトとの違いがよく分かりませんでしたね。この書式が違っていると全てがただのプロンプトと認識されますので、指定した動きが出ない場合はスペースの入れ忘れなどの書き間違いを疑ってください。では早速使っていきましょう。このように5つのタイムラインを書きました。内容は口を開けて目を閉じて口を閉じて目を開けてスマイルです。テールプロンプトには赤目を入れておきます。ではこれでジェネレート、どうでしょうか？表情の変化がありそうですね。目はずっと赤くなりましたね。タイミングは分かりにくいですね。動画では分かりにくいので、グリッドを見てちゃんと動いているか確認してみましょう。フレーム0はちゃんと口を開けてますね。フレーム8は目を閉じています。フレーム16は口を閉じていますね。フレーム24は目を開けています。最後のフレームで微笑んでいますね。かなり完璧にプロンプトトラベルが働いていることが分かりました。すごいですね。どうやら何も指定がないと目を開けて口が閉じるみたいなので、その逆の目を閉じる指示や口を開ける指示のタイミングを見ると状況をつかみやすそうですね。目を閉じるプロンプトを入れたフレーム8を見ると、フレーム8が一番目を閉じていて、その前後は徐々に目を開けていることが分かりますね。すごく綺麗にスライドしていますね。お見事です。このプロンプトトラベルはどのような動き方をしているのでしょうか？それはフレーム別の画像からプロンプトを読み込むと分かりますよ。最初のフレームの画像を読み込んでみましょう。プロンプトの中にオープンマウスが入っていますね。そして最後にレッドアイズが入っています。プロンプトの最初の方のタグと後のタグの強度に関しては、前の方が強いという意見と、
同じであるという意見がありますね。そうですね。どちらが正しいのでしょうね。プロンプトの順番を変えると画像が変わることを確認しています。例えばアングリーとスマイルを同時にプロンプトに入れて画像を生成するとしましょう。最初にアングリー、最後にスマイルの画像が左側で、逆の最初にスマイル、最後にアングリーの画像が右です。左の方が怒り度合いが強いですね。右は許してくれそうな怒り方ですね。最初のプロンプトの方に強くなる重み付けがしてあると思います。じゃあ弱めの強度のプロンプトをテイルプロンプトに入れれば良いようですね。そうだと思います。話が変な方向に行ってしまいましたので、元に戻しましょう。プロンプトトラベルは単純に指定されたフレームにプロンプトを追加しているようですね。0フレームで指定したオープンマウスのプロンプトは次に8番フレームで違うプロンプトを入れるまで持続します。でも直前の7番フレームも目を閉じかけてますね。そうですね。ちゃんと次の動きにスムーズにつながるように計算されているようですね。すごいですね。8番フレームの画像を読み込むと、ほらプロンプトはクローズドアイズに変わりましたね。ほんとだ。次に16番フレーム、変わりました。24番フレーム、また変わりました。最後の31番フレーム。なるほど、このようになっているのですね。ただプロンプトだけ見ると、例えば8フレームから15フレームまではクローズドアイズになっているはずですが、目を閉じたピークが8フレームなので何らかの強度調整が入っていて、徐々に次のプロンプトにつながるように計算されているようですね。動作のピークが指定したフレームと覚えておけば良さそうですね。あと噂では X フォーマーズを有効にするとアニメイトジフが働きにくいという話があるようですが、私の環境では違いがありませんでしたよ。もしアニメイトジフがうまく動かない場合はセッティングタブのアニメイトジフを見ていただき、Optimize Attention Layers with SDP を選択するとうまくいく可能性があるようです。わざわざコマンドラインの X フォーマーズを消さなくても良いのですね。そうですね。またついでに話しますが、上のカリキュレート・ザ・オプショナル・ジフパレットから始まる項目にチェックを入れておくと、カラーパレットを使ってより綺麗な ジフ動画を作ってくれるようです。私は FFmpeg をよく使って動画のフレーム数を変えたり MP4 から ジフに変換したりするのですが、ジフ作成時はカラーパレットを使っていますよ。それチャット GPT に教えてもらったやつですよね。そうです。いつも綺麗になるとは限りませんが、私は基本的にチェックを入れています。アリス、また話がそれましたよ。プロンプトトラベルに戻りましょう。そうですね。表情以外にも変化をつけられるかを見ていきましょう。体の向きを変えてみましょうか。プロンプトはご覧の通りです。最初は前を向いていて、次に横を向いて、次に後ろを向いて、さらに横を向きます。32フレーム 8fps の動画を生成します。何度も動画を生成して気がついたことは、特に指定していなくても最後のフレームは最初のフレームの画像に近づいてくるような計算がなされているようですので、最後にまた前を向くと思います。それではジェネレート。なんか良くない動きをしましたよ。首だけ1回転してしまいましたね。体は綺麗に背中を向けたのに、一瞬顔だけこっちを向きましたよ。このように体を1回転してくれる動画を作るのはとても難しいので、とても貴重なのですが、一瞬だけホラーになっちゃいましたね。なんとかなりませんかね。グリッドを見てどこが悪いのかを確認しましょう。首が回ったのがかなり目立ちましたが、ダメなのは11番目の画像だけなんですね。本当ですね。この回転できたアニメーションは無駄にはできませんので、この11番目の画像だけ削除して、その他の静止画からジフ動画を作り直しましょう。FFmpeg ですね。そうです。気になる方もいるかもしれないので、実際どのように作業しているのかをお見せしましょう。またプロンプトトラベルから話が遠ざかりますよ。いいんじゃないですか。まずジフ画像の元になった静止画がテキストトゥイメージのフォルダにあるので、全部コピーして新しいフォルダを作って入れます。11番の画像を削除します。
あらかじめ作ってあるプログラムでファイルの名前を01から始まる連番に変えます。このプログラムはチャット GPT で簡単に作れます。ローラ学習で使っているやつだね。そして連番になった画像が入っているフォルダからコマンドプロンプトを開き、チャット GPT さんに書いてもらってプログラムを貼り付けるだけです。GIF 動画もできますし MP4 で出力もできますよ。今回はカラーパレットを使うとうまくいかなかったのでカラーパレットを使っていません。そうするとこのような GIF になりました。これはちょっとレアかもしれませんね。1回転の動作を作るためには何度かガチャを引かないとダメですので、もしできたら少し破綻しても諦めずに修正してくださいね。もう一度同じ条件で GIF 動画を生成してみます。ジェネレート。こちらがよく見るタイプの動画ですね。でも前をあまり向いていませんね。そうですね。何度か試みましたがこのシリーズではなかなか正面を向いてくれませんね。なんとかなりませんかね。そうですね。このプロンプトトラベルの良いところはプロンプトについていろいろと再考できるところかもしれませんね。少しプロンプトを変えてみましょう。ではこのプロンプトでやっていきましょう。ちょっと待ってください。このフロムサイドとフロムビハインドの強度がマイナス 1.4 になっていますが、マイナスって使えましたっけ？ああ、これは通常ではうまく働きませんね。マイナス強度のプロンプトを使いたいときはネガピップという拡張機能をインストールしてタブのアクティブにチェックを入れてくださいね。ネガピップをアクティブにしているとマイナス強度をつけてプロンプト欄に記入することで出したくないものを強力に抑制しますよ。ネガティブプロンプトはあまり強く働きませんからね。逆に出したいものをネガティブプロンプトにマイナスをつけて記入することもできますからね。プロンプトの幅がとても広がりますよ。アニメイト GIF でもちゃんと働くと思います。ネガピップの GitHub のページは概要欄に載せておくので、いつものようにエクステンションズタブからインストールしてね。ではこれでジェネレート。また回りましたね。今日はよく回る日ですね。でもなんか途中で気持ち悪い感じになりましたよ。またグリッドを見てみましょう。最初の方はネガピップがよく効いて前を向いていますね。13番目のフレームから14番目のフレームに行く変化が急激で、その前後の画像が怖い画像になっていますね。おそらく0フレームのマイナス強度のフロムサイドのプロンプトと10フレームのプラスのフロムサイドのプロンプトが同時に働くときに画像がおかしくなるのかもしれませんね。では間の5フレームにこのようにフロムサイドをなしにしたプロンプトを付け加えてみましょう。なるほど。これでフロムサイドのプラスとマイナスが喧嘩しにくくなりましたね。ではこれでジェネレート。おかしな画像はなくなったし、前をちゃんと向いてますね。回らなくなりましたがマイナス強度のプロンプトはうまく働いているようですね。でも今度はあまり後ろを向いていませんね。そうですね。では15フレームにもネガピップしちゃいましょうか。どのようにするのですか？そうですね。では背中を意味するバックや後頭部を意味するバックヘッドを入れましょうか。そして顔が見えないように顔のパーツすべてにマイナスプロンプトを採用しちゃいましょう。大丈夫ですかね？のっぺらぼうとか生成されないでしょうね。どうでしょうかね。では行きましょう。ジェネレート。完全に後頭部を見せてくれましたが、頭と体のタイミングがずれちゃいましたね。惜しかったですね。何度かガチャを回せばいけるような気がしますね。3個ぐらい作ってみましょうか。バッジカウントを3にして生成しましょう。バッジカウント使えるのですね。使えますよ。順番に3つの動画が生成されますよ。ではジェネレート。どれも良いところと悪いところがありそうですが、なかなか完璧な体勢の制御は難しそうですね。そうですね。もっといろいろ試してみたいですね。でもこれはコントロールネットを併用した方が良さそうですね。最後にもう一つ試していきましょう。タイムライン上にローラを入れるとどうなるかを見てみましょう。まずは2つのキャラローラを
それぞれ違うタイムラインに入れて変身できるか見てみましょうか。2つのキャラローラは結構難易度が高いやつですよね。そうですね。やはりここはリゼロからエミリアさんとベティさんを使っていきましょう。ローラの効果が効きやすいようにチェックポイントをエニーローラのアニメミックスにしますね。プロンプトはご覧のようにします。以前にダブルローラの動画の中で紹介したようにトリガーワードとキャラの特徴プロンプトを書いておきますね。16フレームの動画を作るのでタイムラインは0フレームでベティさんで8フレームでエミリアさんにしましょう。変身できるでしょうか。ではジェネレート。おー、これはちょっと面白い感じの動画ですね。そうですね。エミリアさんに変わるかと思いきやベティさんに戻っていきましたね。フレームを長くすると変身できそうですね。そうですね。ではシード値を固定してエミリアさんを15フレームにしてナンバーオブフレームズを32に変更します。ではジェネレート。惜しいですね。一瞬エミリアっぽくはなりますが、やはりベティのままですね。ベティさんが強すぎるのでベティさんの強度を少し下げて間にタイムラインを挟んでみましょうか。ピカッと光って変身みたいにならないですかね。では行きますよ。ジェネレート。なんだこれは大失敗でしたね。キャラローラに関してはイメージトゥイメージで変身させた方が良いかもしれませんね。キャラローラは今後の研究課題としましょう。これでは終われないので以前の動画で解説したとても相性の良い緑スライムとメタルスライムを試してみましょう。プロンプトはとてもシンプルでまず緑スライム、次にメタルスライムです。イメージは緑スライム女の子がメタルスライム女の子に変身ですがどうでしょうか。いきますよ。ジェネレート。何ですかこれは。女の子やメタルスライムはどこに行ったのですか。ただ緑スライムが変形して移動するアニメーションになりましたね。これはこれでとても面白い世界の扉を開いたような気がしますがもう少し頑張りましょうか。長めの動画にしてみましょう。8秒の動画で真ん中の31フレームのところでメタルに変えますね。女の子を強調しておきましょう。ではジェネレート。おー、なんかすごいアニメーションができましたね。そうですね。女の子も出ましたし途中でメタル色の景色になるところがありましたので明らかにプロンプトトラベルは働いていそうですね。この想像力は私にはないですね。これは不思議なアニメーションを作りたい時の題材のアイデアを出すという使い方もありそうですね。私たちも何か芸術的なアニメーションが作りたくなってきましたね。本当にアニメイトジフはとても面白いですね。本日はステーブルディフュージョン WebUI のアニメイトジフでサポートされたプロンプトトラベルの使い方や特徴を見ていきました。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。